ざいません。ございません。スマートフォンや音の出る機器は電源をお切りください。まもなく開演いたします。ストリームストリームストリーム。スマートフォンのアラームで目を覚ました。途端、さっきまで見ていた夢は現実に寸断されたその切り口をヤスリにかけて削られた粉くずが風に舞い上がるように散らばって消えた。隣に敷いた布団で眠る妻と子が目を覚まさないように静かに素早く掛け布団をめくって体を起こすと、寝室の襖を開けて畳敷きの6畳間を一つ通り抜けた先にある台所へ向かう。台所の入り口すぐ横の壁際に設置された食器棚の隣のコンセントには、昨晩眠る前に挿した充電コードが垂れ下がり、先につながれたスマートフォンが床の上で振動しながら潜水艦のソナーを模したアラーム音を発している。
拾い上げるのも億劫で、眩しい。拾い上げるのも億劫で、足の親指を使って画面に触り、停止の表示を押してアラームの音を止めようとするもうまくいかず、腰をかがめて手の指先で画面を触ると、間違えてスヌーズの表示を押してしまったため、仕方なく音の止んだスマートフォンを眩しい。仕方なく音の止んだスマートフォンを拾い上げ、顔認証でロックを外し、時計のアプリケーションを立ち上げてからアラームの設定を解除する。春めいた日も時々訪れるが、冬の気配が去るわけでもなく、1週間後の天気予報に暗い。1週間後の天気予報に当てにならない雪マークが表示されるくらいには気温の低い季節。朝はまだ暗く、間違えて深夜に目を覚ましてしまったのではないかと錯覚することはないが、このように朝早く起きなければ眩しい。このように朝早く起きなければならない自分は、過去の時点で何らかの選択を間違えたのではないかと自身に問いかけずには折れない午前5時。窓の外から入る薄明かりが見慣れた台所の風景を浮かび上がらせる。暗い。難儀だ。光が口角を刺激し、視覚が形を見分け、色が色覚を刺激する。見えることが目を作り、見ようとしなくても見えてしまう。眩しい。それはありがたいことでもあり、余計なお世話でもある。天井からぶら下がっている傘のついた LED 電球の明かりをつけると、オレンジ色に照らされた室内の明るさと窓から見える外の暗い。ピカッ、ゴロ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 。窓から見える外の暗がりの対比が強調され、今が早朝であることを分かりきった上で、やはり真夜中に目を覚ましてしまったのではないかと問いかけずには折れない。食卓に置いてある鉄瓶を手に取り、蓋を開けて水道の水を勢い
く注いでコンロの火にかける。壁際の床には手のひらサイズのボールが2つ並べて置いてあり、左側の放浪のボールの底には飼い猫が食べ残したドライキャットフードが乾いたよだれでこびりついていて、右側のステンレスのボールには昨晩なみなみと注いだ飲み水がほんの少し量を減らして、それでも新しく水を足す必要がないほど十分な量を残して入っている。キャットフードの袋を取り出すと、ビニール製の袋が擦れる音を聞きつけて、寝ている人間の股の間に体を埋め込むようにして布団の上で暖を取り、こちらが寝返りを打つために不機嫌をあらわにした鼻息をつくような枕元で寝ていたかと思えば、肩にかかった掛け布団を引っかいて中に入れろと催促し、中に入れれば外に出てまた中に入れろと催促する方の一匹が寝室から畳敷きの6畳間を一つ通り抜け、台所まで小走りでかけてくる。キャットフードを用意したら猫のトイレを掃除し、寝巻きから仕事着に着替え、鉄瓶のお湯は沸騰させたままコンロの火を弱めると、こちらもトイレに入って放尿のみならず、今の仕事を始めてから身についた腸のリズムに従い朝一で排便し、台所に戻るとコンロの火を止め、鉄瓶から4つの茶碗に分けてお湯を注ぐ。時間をかけて熱々の1杯目の茶碗と少し温度の下がった2杯目の茶碗から白湯を飲み、3杯目の茶碗から勢いよくぬるま湯を動画を流し込むと、冷えた1杯目の茶碗を半分まで飲んで残りをシンクに流した。前日の食事の内容が些細な幸せな出来事の有無に、眠る前のストレッチなのか、それともやはり睡眠の量と質が一番大きな要因となっているのかわからないが、目を覚まして今日を新しい一日の始まりと感じる朝があれば、これまで過ごした時間の終わりと感じる朝があり、前者は自分自身が世界と一体化し、一挙手一投足と噛み合った歯車が駆動するような充実感に包まれて呼吸し、排便を終えた内臓の奥から発する幸福な気分に包まれて手足を動かす。一方後者は世界から自分自身が阻害され、これまで生きてきた時間は何一つ意味がなく、これからも無意味な時間を生きていくという文章がそのまま声なき声となって頭の中にこだまし、ため息を呼吸し、障害物そのものとなった体を引きずる。
2020年1月6日、中国武漢で原因不明の肺炎。1月15日、日本国内で初めての感染確認。1月30日、WHO 国際的な緊急事態を宣言。2月3日、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号横浜港に入港。2月11日、WHO 新型コロナウイルスを COVID-19 と名付ける。3月24日、東京五輪パラリンピック延期決定。3月29日、新型コロナウイルスによる肺炎で志村けん死去。4月1日、安倍晋三首相、全国すべての世帯に布マスク2枚ずつ配布の方針表明。4月2日、京都市のゴミ収集の仕事を見つけて働き始める。4月、第1波到来。ジャパンワン。4月7日、第1回緊急事態宣言発令。5月4日、専門家会議、新しい生活様式の実践例示す。7月1日、持続化給付金申請。7月9日、持続化給付金入金。7月22日、GoTo トラベルキャンペーン始まる。GoTo。7月27日、WHO パンデミックは加速し続けている。8月、第2波到来。ジャパン2。10月2日、大統領が新型コロナウイルスに感染。12月10日、入籍する。12月15日、GoTo トラベル全国一時停止へ。GoTo。2021年1月、第3波到来。ジャパン3。1月15日、新型コロナウイルス1年、収束の兆し見えず。2月16日、証券口座開設。NISA で投資信託を始める。2月17日、新型コロナウイルスワクチン先行接種始まる。4月、第4波到来。ジャパン4。5月25日、Arts for the Future 申請。7月、第5波到来。ジャパン5。7月23日、東京五輪開幕。8月8日、東京五輪閉幕。8月12日、東京の感染拡大、制御不能な状況。8月、夫婦で話し合い子供を作ることに決める。8月24日、ワクチン1回目接種、副反応なし。8月25日、台湾、新型コロナ3ヶ月半ぶり新規感染者ゼロ。8月31日、日本、1日の死亡65人、重症2110人、19日連続過去最多。9月14日、ワクチン2回目接種、副反応なし。9月19日、妻から妊娠の報告。11月1日、東京都、新型コロナ新規感染確認が1年5ヶ月ぶりに1桁。11月8日、Arts for the Future 入金。11月27日、WHO オミクロン株懸念される変異株に指定。
2022年1月22日、東京都新型コロナ1万1227人、感染確認初の1万人超え。2月第6波到来。ザパン6。 2月2日、東京都1日の感染者数初の2万人超え。2月24日、ロシアがウクライナに侵攻する。4月13日、感染確認世界全体で5億人を超える。4月13日、自動車教習所に通い始める。5月14日、北朝鮮1日17万人以上発熱。キム総書記建国以来の大動乱。5月23日午前2時55分、子供が生まれる。2694グラム、47センチ、女の子、予定日ぴったり。5月30日、子供の証券口座を開設、ジュニアニーサを始める。6月30日、性風俗業へのコロナ給付金不支給は合憲、東京地裁。7月第7波到来。ザッパー7。7月16日、新型コロナの感染者11万675人。全国の1日の発表で過去最多。7月27日、感染確認全国で20万人超え、過去最多に。8月4日、新型コロナウイルスに感染する、妻へ子へ家庭内感染。8月17日、普通自動車免許取得。8月25日、日本の新規感染者数5週連続世界最多。9月9日、コロナの5類への引き下げ、現時点で現実的でない、加藤厚労省。9月21日、吐き気とめまい、起き上がるのも困難、病名、良性発作性頭位めまい症。10月1日、生命保険加入の手続き。11月第8波到来。ザパー8。11月5日、良性発作性頭位めまい症再発、めまいと吐き気、立ち上がることができない。12月15日、国際クルーズ船日本丸3年ぶりに横浜港を出港。乗客2人が新型コロナ感染。
時間に帰属し、私は意識の束が時間と癒着したところに生じるコブのようなものだ。私と時間の癒着を引き剥がし、コブをほどくとき、物が立ち上がる。物には始まりも終わりもない。始まりも終わりもない時間の中で生きている人間だけが始まって終わる。生も死も人間の物差しであり、世界を人間の物差しで測ることができない。世界は死なないし生きていない。死が無なのだとすれば、無に帰す場所すら存在せず、人間は有の中で生き、有の中で死ぬ。川は始まりにおいて突如として水があふれて流れ出すのではないように、人間はどこからもやってこず、どこへも行かない生命の流れの中に漂い、言葉と体を持ち、言葉と体をなくす。そうなんですか。支流が合流し、本流が海に注ぐ川の流れのように、人間の肉体が消滅することで交わる生命の流れがあるのではない。今ここにある生自体が一つの流れであり、海である。流れの中で人間は生きて死ぬ。生きることも死ぬことも、ただ生きていることの中で起こっている。死は人間が死ぬことの外にある。生と死に挟まれた時間を生きるのが人間なら、このパフォーマンスの始まりと終わりがある。人は生まれて死ぬ。ここでは何が生まれて死ぬのか。ストリー周囲の安全、車体前後の下を目視で確認。運転席側に曲がり込んだら再度前後を確認してドアを開ける。車に乗り込んだらドアをロック。シートベルトをして、座席はペダルを踏み込んだ時に膝が軽く曲がる程度に、ハンドルは両手を支えて肘が軽く回る程度の位置に調整する。ギアがバックに入っていること、サイドブレーキがかかっていることを確認し、左足でクラッチを踏み込んでギアをニュートラルに入れる。右足でブレーキペダルを踏みスタートボタンを押してエンジンをかけたら、左後方目視、左サイドミラー、バックミラー、右サイドミラー、右後方目視。ここでの安全が確認し、左足でクラッチ、右足でブレーキを踏みながらギアを一足に入れる。ハンドル横のレバーを倒して方向指示ライトを点灯させたら、サイド右サイドミラー、右後方目視、安全を確認し、サイドブレーキを解除して、ブレーキから離した右足をアクセルペダルに移動して、少し踏みながら左足をクラッチペダルから徐々に上げ、エンジン動力をタイヤに伝える。ハンドルを切りながらクラッチをつないで車が本線に進入したら、方向指示ライトを消灯する。周囲の安全、車体前後の確認。
意志は進行する力であり、未来から牽引される力でもある。眠りに落ちるときに意識を失うように、過去と未来のつながりを切断した現在のこの瞬間に飛び込むことを試みる。この瞬間の亀裂に意識だけではなく体ごと放り込もうと試みる。放り投げた体を瞬間から持ち帰ることはできないが、一瞬一瞬に投棄された体は光となって遠い星に届くまで何光年も何万光年も何億光年も永遠に炸裂する。周囲の安全、車台前後の下は目線で確認、運転席側に回り込んだら再度前後を確認してドアを開ける。車に乗り込んだらドアを開け、シートベルトをして、先足で中の風間の守り込む。ハンドルを握ります。次は逆の方向にギアがこのレバーを倒して後方シーライトを点灯させたら再度右サイドミラー右後方を無視。右足でブレーキペダルを踏み、妻が妊娠してから訪れた産婦人科の妊婦検診で超音波診断装置を使用して画面に映し出された腹の中の人型を見たとき、見ることのとてつもなさを感じた。人間は何かを見てしまったら見る前に後戻りすることはできない。見ることで自分自身が決定的に変わってしまう。死後の世界が存在しないがゆえにさまざまな手法で表現されてきたように、人間がどこかからやってくるそのどこかはこれまでどのように表現されてきたのだろうか。出産に立ち会い、口と鼻に粘液を詰めて紫色の顔で現れた赤ん坊を見た瞬間、死んでいると思った。人間は死からやってきて死に帰る。死後の世界も天国も地獄も存在しないが、現実の要望は想像力を働かせ、フィクションで対抗せざるを得ないほど力を発していた。見ることは偉いことだ。見ること。ソドムとゴモラの熱望を見たがために潮の柱になったロトの妻エウリリテを冥界にさらわれたオルペウス、黄泉の国で腐り果てたイザナミに追われるイザナミ、振り返ってはいけない。あれは時間のことだったのか。時間が動く。
寝る、起きる、泣く、抱っこ、ミルク、抱っこ、おむつ、抱っこ、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 寝る、新生児の表情、泣く、感情や意味を読み取ることができず、反復のない臨界性の表情。抱っ意味は読み取ったそばからリセットされ、更新され続ける。ミルク、抱っこ、おむつ、新生児の睡眠と覚醒が寝る、日常生活の持続を寸断する。泣く、抱っこ、日常生活が断片化し、抱っこ、宙を舞うタスクの誇りの中で呼吸する日々が始まる。寝る、起きる、現在は泣く、非リニアな時間に変質し、ミルク、出来事に対して即時即応することが求められる。寝る、にもかかわらず、子供は日々刻々とミルク、リニアな時間に沿って成長し、おむつ、同様にリニアな時間に沿って将来の計画を立てる必要がある。寝る、起きある育児に関する本に書かれていた言葉、生活の中にリズムを作る。リズムはテンポではない。タスクからタスクへの移動に必要とされる動きにフォーカスすることでリズムが生まれる。寝る、新生児にはリズムがあるが、時間の流れがないように見える。昨日の自分を今日に、明日に運べない。本や映画は初めから終わりまで見ることも作品の流れに沿って鑑賞することもできなくなったが、寝る、断片化した生活と作品のコラージュも各要素を行き来する動きがリズムを生み出し、生活をモンタージュとして見ることを試みる。時間と癒着した私のタイミングは消失し、意識の糸がほぐれて、私は大気の海の中に漂う。起きる、泣く、抱っこ、見る、抱っこ、おむつ、抱っこ、寝る、起きる、泣く、抱っこ、ミルク、抱っこ、おむつ、抱っこ、寝る、起きる、泣く、抱っこする、ミルクをあげる、抱っこする、おむつを変える、抱っこする。私の意志の外にタイムがあり、意志がタイミングを作り出し、タイミングに私私がが開催するとリアルタイムになる。赤ん坊が母親の乳を吸いながら振り返るとき、さっきまであった背後がまだ存在しているのかどうかを確認している。前には母、
後ろには父。振り返っても目は前にしかついていないので、人間は前しか見ることができず、背後を見ることができない。背後を見るためには視覚を使ってはならない。母親の姿が見えなくなると、赤ん坊は泣きながら追う。見えなくなったものは存在しなくなる。過去が現在に与えられたとせよ。2020年の初めにコロナが流行ってきた頃、決まってた公演やツアーがキャンセルになって、まあそれで大変だとかそういうのもなくて、すいません、もう一回やります。なんかね、なんか読んじゃったね。もう一回言います。2020年の初めにコロナが流行ってきた頃、決まってた公演やツアーがキャンセルになって、まあそれで大変だとかそういうのもなくて、これはジタバタせずにじっとしてやり過ごすかって感じで、ゴーストタウンみたいになってた京都の街中を嫁さんと散歩したり、ネットで配信されてるいろんなものをうちで見て過ごしたりしてました。仕事もないのでバイトしなきゃってなって、こんな時でもなくならない仕事ってなんだろうって考えたら、ライフライン、ゴミ収集じゃんってなって、面接に行って採用されて、2020年の4月2日から働き始めました。みんなが家にこもって外出自粛している間、毎日外に出て誰もいない京都の街中を走ってましたね。マスクしながら走るでしょ。だから1年働いたらめっちゃ体力ついて、心臓が強くなって、健康診断に行った時に医者が驚いてました。なんか心拍数が異様に遅いとかね。いや、時々いるんですよ、こういう人。長距離選手とか登山家とか、なんかやってはりますって言うんで、いや、マスクして走ってますって言っときました。みんな家にやることないんですよ。だから掃除ばっかしてるんでしょうね。毎日びっくりするぐらいの量のゴミが出てるんですよ。でもちろんっていうか、そうなんだって感じなんですけど、分別なんてほとんどされてなくて、何でも燃えるゴミの袋に入ってる。空気清浄機とかテレビとかエアコンの室外機とか、柱時計が1本丸々入ってたことがありました。寺山修司かよみたいな。本当は粗大ゴミで出さなきゃならないんだけど、こっちもいちいち不適正のシール貼るの邪魔くさいし、働いてる人も全然気にしてないし、だから何でも燃えるゴミで積んでました。で、そうやってるとエコとかってなんやろなって感じにな
ぱり本当に大変なことが起こってから対処するしかないってことなんですかね。夏になると暑い盛りだからやっぱ袋の中のものが腐ってるんですよね。生ゴミとかって団地の集積所とかって割と早いうちからゴミ出してゴミ収集の日じゃなくてもそういうのがそこの方に溜まってて、でその上に新しいゴミ袋捨ててくでしょ。だから上からポン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 僕らが積んでいくと下の方のゴミ袋はもう牛が湧いてるわけで、それがもうなんていうかもう持つところがないぐらい袋の表面びっしり牛が湧いてて、もうすごい動いてるんですよね。でそういうのを見た瞬間こっちはうわっつって叫び声を上げるんだけど、でも牛の叫び声の方が全然大きいんですよ。もうギャーッつってもちろん耳では聞こえないんだけど、でもそれぐらいすっごい動いてるんですよ。なんかこうあらゆることを呪ってるような、それでいてなんかこうハッピーみたいな、もう全部命みたいな、それがこの期間で一番印象に残っていることですかね。宇治ハエの赤ちゃん、赤ちゃんを育てる、人間の赤ちゃんを育てるにはお金がいる。お金を稼ぐために働いて貯金をする。貯金をして投資をする。インデックスファンド、米国株、アメリカ経済一強、資本主義が続く未来にお金をかける。誰かが裕福に暮らし、誰かが貧しく暮らす未来にお金をかける。誰かの不幸を食べて誰かが幸せに生きる。物価上昇、株価変動、光熱費高騰、戦争が終わってほしい。
てるのは具体的なタスクの積み重ねで愛の介在する余地がない。愛とは何か。愛が具体的なら子供を抱きあやしミルクを与え将来の計画を立てていることそのものが愛である。愛、具体的かつ抽象的。偶然生まれてきたこの子供が絶対的に唯一の存在であること。明かりも外れも引くことができない親ガチャの選択肢は一つしかない。ある偶然がこの絶対であること。ハエは自分が産んだ牛を愛しているか。ヨビちゃん、ウクライナに生まれなくてよかったね。と父は言う。ヨビちゃん、ウクライナに生まれなくてよかったね。と父は言う。ヨビちゃん、ウクライナに生まれなくてよかったね。と父は言う。ウクライナに生まれなくてよかったね。とウクライナに生まれなくてよかったね。と生まれなくてよかったね。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 よかったね。よかったね。よかったね。
よかったね。よかったね。よかったね。よかったよ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 。
ったね。よかったよ。あ、高校生か。成人おめでとう。あ、お母さんになったんだ。あー、もうおばあちゃんだね。早いな。あっという間だな。よかったね。よかったよ。よかったね。よかったね。よかったよ。よかったね。よかったよ。よかったね。よかったね。Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah. コロナに感染し40度を超える高熱で気絶して倒れた。改めて私という意識は核のない糸くずの塊であることを実感する。体はままならない。めまい。私は動いていない。にもかかわらず、私の目に見える世界は渦を巻いていて、その動きを止めることができない。病は先々の不安と未来という時間感覚にリアリティを与えてくれる。生は有限であり、私は死ぬ。私が死んでも世界は存在し、子は生きる。私は子が老いる姿を見ることができない。私は未来に存在できない可能性の幽霊として現在を生きる。幽霊が生きる意味を考える。